はい、適当スイング。今日はこれですね。裁断道具紹介から、実践、1枚裁断してみようって感じでやっていこうと思います。はい、じゃあまずこれですね。この裁縫道具みたいなのを、僕は、使ってますね。で、こういう、これ100均なんですけど、200円か300円でこういう道具入れあるんで、これをこういう感じに、こういう感じでベルトループに2箇所かけて僕は使っています。はい、こういう感じでベルトループに2箇所かけて僕は使っています。はい、じゃあとりあえず全部出して紹介してみますか。で、100均のダイソーで買ったんで、このケース非常に便利なんで、みんなこうやって体につけて移動して道具で裁断すれば絶対あれどこやったっけこれどこやったっけってなりづらいんで、それでやった方が僕的に効率いいなと思ってこれに行き着いてるっていう感じです。はい、じゃあ中身適当に紹介して、まずシャーペンとかボールペン、効率いいように4色3色ボールペンとシャーペンのタイプ使ってます。でマジック、目立つ箇所とかに、型紙とか紙とか印する普通の文房具ですね。でこれ消えるチャコ紫とイレイザーっていうやつで、これつけるとこの印がすぐ消せるっていう優れものです。で先日紹介したスクリューポンチと切符切り、この動画気になる方は URL 貼っときますんで見てください。でお直し必須のチャコ消しですね。瞬時にチャコを消したりする場合にこれ使って効率よくやっていきます。でボタンのみですね。これも先日紹介した裁断の時に刻みノッチ入れる時に使います。でなんとなくチャコ2つです。でよく使うものはその場で使い始めた僕はこの前ポケットに入れて取り出しやすいようにしたりしています。で一応念のためハサミ2つですね。意外とどっかやったりするんでこうやってても。でカッターでこれも紹介したチャコ消しで非常に便利なんで、このお尻のとこも消しゴムみたいになって消えづらいチャコも消せるんで、これも100均3本入りで100円なんで非常に優秀です。でロータリーカッターですね。これはもう定番ですよね、裁断には。で目打ちですね。ブスッと刺して印入れたりするときに使います。でこれはファスナーとか、金具とか固定したり、コンシールファスナーで止まりのとこをキュッとやったりするときに使ったりしてます。で裁断バサミですね。長さは25、6ぐらいですね。お手頃の長さでこの中に入るんで程よく使ってます。はい、こんな感じでここも100均で買ったカラビナっていう引っ掛けるフックみたいなのでつけてますね。でこいつも100均のくまちゃん、こうやって伸ばして収納すぐ可能なんでいい感じで、これも伸びるやつにして瞬時に測りたい時とか効率化測ってます。じゃあ説明長くなったんですけど、あとこいつですね。でステンレス定規ですね。これ100均にもあるんですけど、ここに縁がついてることで布を切りながら定規を傷めず幅もちゃんとキープできるように、これメモリも書いてあるんで便利です。はい、じゃあ長くなったんですけど裁断していこうと思います。で今回立つのが藍染めの麻生地みたいなののロングベストみたいな感じですねのシームポケット付きで、紐とかボタン少々つくみたいな、ちょっと変わったデザインですね。でそれを型紙の印入れから裁断までやっていこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。映ってないとこはご了承くださいって感じで。まず前身ごろと後ろ身ごろがありますんで、ポッケとかもここら辺に少々あるんですけど、まず基本的に大きいものから切らないと残りの小さいのが切れなくなったりするんで、こういう風に広げて
でこういう板重とかあるといいですよ。切ったものを入れられるので、これ普通に購買とかにある、よく高校生購買でみんな使ったっていうか、パン屋さんとかが使ってたでしょ。それホームセンターとかにもあるのかな。僕はモノタロウで買ったんですけど、そんな高くないんで、買うとそれに入れてそれ用とか分けられるんで作業しやすいです。じゃあ一番大きい前身頃から切ろうと思うんですけど、必要な箇所に切符切りで印入れていきます。もう単純にこういう風な感じですね、僕の場合は。中心はまずこれ襟らしいんで中心は入れるかなって感じで、これ見返しなんで見返しはいらないと思うんで入れない。でこの大襟なぜか縫い代ついてないんですけど、後からつけていきます。これ縫ってのやつですね。で基本的に素人さん相手にすることが多いんで、こういうトラブルはよくあるんで、自分の方で都合いいように修正してって感じでやっています。ここも一応ノッチ入れるんで忘れないように目で印入れときます。でこういうとこもですね、ポッケの位置らしいんで、ここも合い印入れます必ず。でポッケはカット4ですね、基本的に同じものの場合でこうやって印入れて、で次これなんかラペルみたいに折り替えるっぽいですね。こういう感じかな、こういう風になんで、そこの折り返り線に印入れないといけないみたいなんで、ざっと3箇所でいいかな。初めに軽く、これ見返しも何もつかないシンプルな一重のものなんで、この間で、3箇所あって定規で最初に折るかなって感じでやろうと思います。でここに謎のループつくみたいなんで、これはチャコで入れようかなって思います。で交点に穴開けときましょうか。でここにも紐を挟むっぽいですね。ここも延長しといて、で入れときます。でここもややこしいんですけど、寸法を狂わないように直線でいちいち入れてからやった方が確実ですよね。入れる箇所を忘れないように。でダーツ先と真ん中ら辺で一番出っ張ったところかなって感じ。ちょっとまず長さが一緒かってとこっすよね、素人のやつだから28ぐらい、なんか5ミリぐらい誤差あるんですけど、ちょっとあれっすね。5ミリぐらい誤差あるんですけど、融通するってことはこっちがちょっと長いんで、こっち真ん中ここに 13.5 にして、とりあえず最後で融通します。特殊な形なんであんま気にしないで。で一番太ったとこにつけて、で縫い終わりがここら辺でとりあえずつけときます。これで前身の印はとりあえず OK で、次後ろ身で、後ろ中心は別に、なくてもいいかなって感じですね、僕の場合は。間でずれるのが怖い人は入れた方がいいと思う。でここっすね、ノッチ入れて、で後ろ身もこんなもんかな。でこれで全部切符切りで印は入れましたという感じで、やっと裁断っすね。で中表にして僕の場合は裁断します。でちゃんと面見て合ってるか
で字の目がこうなっとるんかな。どっちの字の目なんやろ。こうっぽい気がするな。ここが字の目みたいなんで字の目を置いてあげて、でめっちゃ正確にやりたい人はこういうのも、これも100均に売ってるんで、この中心線と布端がなんぼかっていうのをちゃんと押さえといてあげるといいですね。で耳まで 34.5 なんで、とりあえずここ固定して、でこっちも 34.5 にしたら確実に字の目通ったとこできますよね。まあちょっと多少のズレはご了承くださいって感じで面合わせて、でここの耳が 34.5 で固定すると、まあ超真剣な方はですよ、ほとんどやんないで、だいたい字の目通ってんなで裁断すること多いんですけど、こうやってやると目の誤差がなくなりますよね。確実に寸法を測って、じゃあ切っていこうと思います。めちゃくちゃ結構ギリだな。そしたらほんと下までつけて、でこう見て、まだいけんな。はい、じゃあ切っていきます。僕の場合はロータリーで全部いきます。ほぼほぼでカット2なんで、まず僕の場合は切ります。全部このパーツだけは一旦、で入るとこまで切って、でアームホールもで、ちょっとここ縫い代の付け足りなそうなんで、割りとか肩倒し用にこう長くつけとくとトラブル防ぎますね。素人のパターンはこうやって縫い代の倒れ方向とかが考えられてないことがほとんどなんで、でこうつけて、で一周軽くできたかなって感じで、その箇所にチャコしていきます。チャコして、はい、この3箇所とこっちかで、中表だからこれは左側になるのか。で左にループだから、これはこっちで合ってると。でダーツは両方つくんで、とりあえず両方印で、こういう刻みは刻みノッチ入れちゃっていいです。これも右だけなんですけど、とりあえず入れます。これもポッケ付けの縫い止まりですね、ポッケ口の。でとりあえず一周入れられました。で一旦取って、でこっからは、まず入れなかったとこっすね。切りれんとことかあると思うんで、ハサミでまず切り離して、ここら辺も足りなかったりで、その後に今回印が多いんで、両面チャコ、片面チャコ使います。で僕の場合はこうやって画用紙に裏打ちしとくと、こうチャコペーパーペラペラなんで結構写んなかったりするんで、裏打ちして打ちやすいようにしています。でまず返り線の印をこうやって写してあげる。それかこうやってペンでやって写り悪かったらもう目打ちをぶっ刺せば
よく映るんで、まあチャコの方がいいね。でここは左だけなんでいらないということで、ここノッチ入れましたよね、紐で。右側だけみたいなんで、ここ右側に印してあげます。で返り線とダーツは絶対いるんで、ここにグリグリっとグリグリ、これ裏側だから別に大丈夫なんで、ダーツで縫いつまんでアイロンしてるうちに多分消える、ほとんどで写し忘れないか自分で確認して、はい、で前身頃 OK って感じでこう盤中に入れといて、でこう余ったので使えるのがあれば、こういうとことかに見返しとか入りそうだなと思ったら切ればいいかなと思います。これちょっと字の目がよくわかんないんですけど、こういうのも素人あるあるですね。書いてくれない。そしたらまあ大体でいいと思います。はい。でこれはちょっと麻っぽくて打ち込みが弱いんで、なんかビヨンビヨンに伸びそうなんで、ちょっと芯貼ろうと思います。なんでまあ 1.5 から1センチ適当に多めに切っといて、で芯貼ります後で。で芯裁断するのを忘れんように。はい。でこれはこれで OK で、分かんなくならないように裏表に印します。でこれはこれで切れそうなのはもうないんで、ここはもう捨てます。はい、で次でこうやって今出しちゃう癖があるんですけど、こうやって必ずしまってあげると絶対効率いいんで、僕は慣れてないんですけどそこまでは。で後ろ身ごろで、これよりもこうなっとるんで、こっちの方が裁断効率いいなってわかるじゃないですか。でここまっすぐなんで、まあ、今回は動画に載せるんでちゃんとやろうと思います。特にまあ寄せて大体かなってとこで、まあまだ寄せられるんで、で 22.5 に置く。ここはここ見た方がいいな。23ですね。23と23。そしたらまっすぐはこんな感じになりますね。なんか歪んで見えるんですけど、はい、23でギリギリ飛び出ないのがこの23で、これで字の目、通ってるってことになるんで裁断してきます。はい。でステンレスとロータリーで繰り返し、はい。でここ OK。 ここもちょっとつけるの忘れましたね。こういうのは素人あるあるですね。はい。
でこういうのも本当はつけた方がいい。こう倒れてこうなるからちょっと多めにつけて、最悪融通するんで、ここは本当はつけたかったけど今忘れちゃったんで、はい。で切れましたよと。でここ刻み入れて目で見えるように、ほつれちゃっても分かるようにチャコで二重に僕は印します。はい。で後ろ身も立てましたと。はい。であとは襟とポケットですね。でこれカット4なんで中表にして、さらに40にすればカット4になるじゃないですか。で生地余裕あればこうやって詰めてあげて裁断すれば、生地そんな無駄にならないですよね。はい。で切ってきます。こうやって前後しながら切ると僕的にカーブはやりやすい感じします。はい。で切れました。でノッチ入れて裏側に印って感じですね。中表なんでこうで、これも中表なんでこういう感じかな。はい。でポッケ OK で、あとは前見返しと襟っすね。でこれも地の面謎なんでこういう感じがいいかな。スペース的に無駄にならない場所があれば一番いいですけど、でもこの場所良さそうっすね。で刻みがこういうノッチとかの、はい。で大体でいいんで切ります。プラス 1.5 をつける感じ。で中表裏に印で、あと襟っすね。これが外の襟なんでここでじゃあこういう感じで取ってきます。でこれ縫い代ついてない感じだったんでこういう細いのはこういう風にして細めのやつ使えばいいと思います。でこれも一応襟なんで芯貼ろうかなと思います。はい。で中表印とこれも同様に、はい。で慣れてる人とかハサミない人はこうやれば全然切れる話なんで。で切ってあげて、荒立ちなんで適当に早くって感じで、はい。
で裏を表にしで、こんなもんですね。あと接着芯切る感じですね。で確実いらないここら辺を試し縫い用にするとか適当に切って、であとは捨てます。でちょっと余ったんで返すと。芯は白でいいかなと思います。黒よりはちょっとあれなんで、これも中表で大体で、でこいつら切っていく感じですね。でこういう風に並べられるのは並べて、ハサミでも何でもいいんですけど、これどうせ貼ってまた立ち直すんで、荒立ちっつって先にこう貼ることで芯の縮みを防ぎます。これめちゃくちゃ汚くても何でもいいっすよ。切れればいいんで。はい。このハサミなんか先っちょが引っかかるんですよね。ちょっとハサミ変えました。こっちの方が絶対切りが安い。でそれ通りに切ればいいと思います。ハサミでもカッターでもどっちでもいいし同じぐらいだと思うんですけど。はい。荒立ちしてで、あと台襟がありますね。こういうふうにでもうどっちでもいいんですけど、早い方っつったら多分カッターの方が早いかなって思う。もう大体でいいんです。どうせ切り直しちゃうから。でこいつはここでまたやっときます。はい、OK。って感じで、あとは荒立ち接着芯貼って立ち直して終わりって感じで、だいたい裁断はこんな感じでやっています。参考になるかわかんないですけど、個人自営業で、まだまだ若造のペーペンのサンプル縫いの裁断はこんな感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。